皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらのスマートフォンをご紹介いたします。ユミデジ A15 Pro 5G をご紹介いたします。このパッケージを見ていただきますと、モリモリのスペックであるっていうことがわかります。なんかね、これまで出てきたモデルとちょっと違うんじゃないかなっていうのがね、ついに来たなっていう感じのスペックになっています。というわけで、この後流れとしましては、まず主なスペックのご紹介、そして開封し外観のチェック、また使用感を含めましてご紹介していきたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず主なスペックをご紹介したいと思います。このユミデジ A15 Pro 5G になりますが、まず頭脳となる SoC になりますが、ディメンシティ 900-5G のプロセッサーが搭載されています。そしてね、メモリーになります。まず物理メモリーが 12GB 最初から搭載されています。しかも仮想メモリーとして 12GB 加えることができますので、合計でなんと 24GB ということでね、このあたりの、動作感もこの後お伝えしたいと思います。そしてストレージは 256GB となっています。そしてディスプレイは 6.67 インチのフル HD プラスアモレッドディスプレイとなっています。しかもリフレッシュレートは 120Hz に対応しているということでね、このあたりもしっかりユーザーの求めるスペックを搭載してきています。またカメラになりますが、このね、デザインからしてもちょっと iPhone ライクなところはありますが、まずリアにありますこのメインカメラ、なんと108メガピクセル、約1億画素となるメインカメラが積まれています。ここまで積んできたのかっていう感じになっています。そしてメインカメラの下にあるウルトラワイドカメラですね。こちら超広角カメラになりますが、なんと5000万画素のカメラが積まれています。そして右側にありますマクロカメラは800万画素となっています。そしてフロントカメラにありますカメラは3200万画素となっています。また指紋認証と顔認証にもしっかり対応しています。加えてここもね、結構重要な部分になります。他の部分がスペックモリモリでもシングルスピーカーだと辛いなっていうのもありますが、デュアルスピーカーということでね、このあたりの音質もこの後レビューしていきたいと思います。そして肝心のバッテリーになりますが、なんと 5000mAh とこちらもモリモリとなっています。加えてネットワークになりますが Wi-Fi 6 に対応、また 5G 対応ということでね、昨今のトレンドをしっかりと捉えています。また補足的なね、機能としましては IR ブラスター搭載ということで、本体のこの多分上部の部分になると思いますが、赤外線リモコンがついています。そしてホットキーという機能もありまして、本体のこの左側の部分になりますが、自分の好きな機能を割り当てるボタンとなっていまして、例えばカメラをワンタッチで起動させるとか、懐中電灯を起動させるとかね、いろんな機能を割り当てることができますので、このあたりに使い勝手もなかなか良さげですね。ということでね、これから開封し中身の確認をしていきたいと思います。というわけで、こちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのものですね。こちら後ほど開封していきたいと思います。そして 66W のパワーデリバリーに対応した日本仕様のプラグがしっかり入っていました。ちゃんとね、USB-C になっています。これ嬉しいですね。また USB-C、USB-C のケーブルと SIM ピンも入っています。加えてね、こういったユーザーマニュアルも入っていました。さらにこういったね、保護ケースが入っていまして、内側がちょっとボコボコとしたようなね、ぴったりくっつかないようにするこういった点々がついていまして、装着性が抜群になっていると思います。これはね、ついているの嬉しいですね。ということでね、こちらが本体になりますけど、パッと見の印象、めちゃめちゃ作りの良さを感じます。いや、これは期待が持てますね。ということで、ちょっと外観を見ていきたいと思います。まず、前面にあります、このフロントカメラですね。先ほどお伝えしましたが、3200万画素となっています。そして、その上側には IR ブラスター、赤外線を発するレンズのようなものがついています。そして上部にはデュアルスピーカーということで、上側にもスピーカーが搭載されています。そして反対側になりますけどね、USB-C ポートとスピーカー、マイク、そして SIM カードのスロットがありますね。こういった形状になっていました。つまりナノ SIM カードの2枚差し込めるタイプとなっていまして、残念ながらマイクロ SD カードは搭載することはできないということですね。そして正面から右側になりますけども、ボリュームキーの上下、指紋認証に対しては電源キーがついています。さらに反対側になりますが、ホットキーですね。こちらに割り当てがされています。そしてね、背面になりますが、まずメインカメラですね。1億800万画素、そして5000万画素の超広角カメラ、マクロカメラ800万画素と、やっぱりね、見た感じは iPhone ライクだなっていう感じがしますが、かっこいいですね。そしてサイドから見ますと、本体は 8.1mm とかなり薄いんですが、やっぱりどうしてもね、カメラレンズを含みますと厚くなってしまっています。ケースを装着してみたんですけども、保護ケースでカメラは守られていますね。置いてみますと、
この角に力を加えれば持ち上がりますけど、右側サイドの方が重くなっているので安定はしていますね。カタカタするような感じはありません。ケースを装着しましたらね、こんな感じになりました。今一番上の保護フィルムを剥がしましたら、その下にしっかりメインで使う保護フィルムが貼られています。これは嬉しい仕様ですね。今ね、初期設定を進めているんですけど、その間にディスプレイの感じとかちょっと見ていきたいと思います。この外側のフレームに対しまして、ディスプレイのね、驚愕縁さっていうんでしょうかね。見ていきたいと思います。こう見るとかなり驚愕縁だなという気はします。よくここの下の部分は顎が大きくなるっていう感じはありますけど、比較的ね、こうギリギリまで持ってきてるような感じがして、高級感をね、やっぱり醸し出してくれてますね。そしてね、サイドから見たとき、下から見たとき、上から見たときですね、比較的画面の色がどこから見てもね、同じ感じになっています。では、重さをね、測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 197g ということで、スペック値が 199g ですのでね、ほぼほぼ誤差という感じですね。そしてケースの重さになりますが、24g ということで、やっぱり合計してしまうとね、220g オーバーという感じになっています。ちなみに保護ケースはこのようにね、柔らかくなっている TPU 素材となっています。ということでね、今初期設定が終わりまして、初期の画面になったんですが、めちゃめちゃディスプレイの発色が良くなっています。では指紋認証登録したので、反応がどんな感じか見ていきたいと思います。早いですね。すごく機敏に動いてくれます。ではアプリがどんな感じで入っているのかを見ていきたいと思います。標準のアプリとしましては、この2画面の部分しかありません。iPhone-like なね、アプリの表示方法になっていますが、特にね、弓レジのオリジナルアプリが入っているとかそういうのはありませんので、Android の素の状態という感じですね。そしてデバイス情報を見てみますと、Android バージョンは13となっていることがわかります。そして物理メモリとして最初から 12GB ということがわかります。そしてメモリの拡張にありますが、メモリエクスパンションあります。標準ではオフになっていまして、4GB、8GB、12GB とアップできるようになっていますので、最強の 12GB に上げてみたいと思います。そしてここをオンにしまして、再起動をかけたいと思います。再起動して立ち上がってきましたけど、動作感に関しましては特にね、変わった感じはありません。そしてリフレッシュレートが今オートになっていましたので、120Hz に変えて、もう一度ね、そのスクロールを見ていきたいと思いますが。やっぱりね、ヌルヌルですね。そしてこちらのニュースも見ていきたいと思います。すごいヌルヌル動作です。拡大縮小も私の指の動きに追従してきてくれてます。動作感はめちゃめちゃ良好ですね。そしてね、Google マップを今開いてみましたけど、東京ディズニーランドの上空になります。指の動きにやっぱりね、滑らかに追従してきてくれますので、やっぱりこのメモリー 24GB がね、なっていますが、これは申し分なく発揮できているかなと思います。もちろん頭脳となります SoC も Dimensity 900ということで、暗筒ベンチマークね、この後ご紹介しますけども、パワフルじゃないかなと思います。いいですね。めちゃめちゃ動き良好です。そしてストリートビューを表示して、このように滑らかにね、やっぱり表示できていますので、いいですね。すごいヌルヌルサクサクとしています。そして Yahoo Japan を今開いてみましたけども、こちらをね、動きを見ていきたいと思います。申し分ないですね。光回線の Wi-Fi で接続しているんですけども、めちゃめちゃ動作は良好です。さらに表示しますと、はい、あっという間に表示されます。そして拡大縮小も私の思い通りに動いてくれます。ということで、ここで暗筒ベンチマークのスコアをご紹介いたします。バージョンは 10.1.9 になりまして、スコアが46万6799点となかなかの好成績となっています。テスト中の動作感を見てみますと、ヌルヌルとして引っかかりっていうのはね、あんまり見かけられなかったんですが、やっぱりスコアを見ても50万点弱ということで、なかなかの高スコアとなっていました。ではディスプレイがどれぐらいの品質なのかも見ていきたいと思います。YouTube 上にあります 4K 動画のスイスの映像になりますが、今表示してみました。こういうふうにね、拡大して見ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。めちゃめちゃ綺麗ですね。発色は本当にいいです。肉眼で見るともっとね、発色がいいですね。グリーンと青が本当にくっきりはっきりとしています。そしてこのようにね、速い動き描写が非常に綺麗ですね。やっぱりこのカメラ越しよりもめちゃめちゃ綺麗ですね。湖の映像とこの紅葉した木の色合いになりますが、これもめちゃめちゃ綺麗だなという感じです。
これまでの弓デジの中ではやっぱりトップクラスになるんじゃないかなというクオリティですね。これは申し分ないと思います。では今度はね、デュアルスピーカーということで音質がどんな感じかお聞きいただければと思います。再生しますのは NCS ですね。著作権フリーの音楽になりますが、30秒ほど流してみますのでお聞きください。今ね、お聞きいただきましたけど、いかがだったでしょうか。私の耳にはね、広がりのある音で聞くことができました。しかも、高音と中域に関しましては、メリハリのある音が出ていまして、まだエイジングがなされていない状態にもかかわらず、クリアな音に聞こえました。そして、低音に関しましては、どういう音楽を流すかにもよりますけども、程よい感じの低音ですね。このスピーカーから出る限りでは、音楽楽しめそうな気はします。そして、気になる SIM カードがどんな感じで対応するかということですね。私が普段使っていますのは POVO の SIM カードになるんですが、 SIM トレーに乗っけて差し込んだだけになりますが、いきなりですね、ボルテ 5G に対応していました。アンテナマークもバリバリ立っています。やはりね、名称にもついていますが、しっかりね 5G にも対応していました。ちなみに設定項目を見ますと POVO になりますので KDDI となっています。そしてボルテもオンになっています。そして詳細設定を見てみますと、このアクセスポイントのところですね、標準で POVO がもういきなり入っていましたね。特に APN 設定していないんですが、POVO に自動的に設定されていました。開いてみますと、POVO の APN が最初から入っていますね。これはいいですね。特に何も気にせずね、差し込んで使うだけで POVO がもういきなり使えるようになっていました。そしてホットキーになりますが、このシングルクリックですね。例えば、フラッシュライト、懐中電灯を起動させるとか、ダブルクリックでスクリーンショットを起動させるとかね、いろいろ設定することができますね。ちょっとやってみたいと思います。ワンクリックの場合。はい。今ね、懐中電灯がつきました。しかもね、2つつきますね。これはかっこいいんじゃないでしょうか。2つつきました。もう一回押しますと止まりまして、もう一回押しますとつきます。そしてダブルクリックしますと、スクリーンショットが撮れますね。いやー、これめちゃめちゃ使い勝手いいですね。というわけで今回、弓デジの A15 Pro 5G ですね、ご覧いただきましたけども、いかがだったでしょうか。とにかくね、このマシン、総合的に言いますと、バランスがめちゃめちゃいいなと思います。この強額縁のデザイン性、この発色の良さ、そしてスピーカーの音の良さ、また使い勝手ですね。POVO の場合ですけども、SIM カード差し込むだけでネットワークに接続できるということで、使い勝手抜群ですね。しかも動作感もヌルヌルサクサクに動きます。メインのスマホとしてももちろんいいと思いますし、サブスマホと考えてみても申し分ないんじゃないかなという気はします。こんな感じでちょっと弓デジのスマートフォンが一皮向けて使い勝手が抜群になっていますので、気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧ください。この動画良かったなということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。